様、本日はですね、こちらのきゅうり8本で、こちらを使ってやみつききゅうり作っていきたいと思います。今回はもうちょっとね、さらにご飯が進むような味付けでやっていこうかなと思います。で、今回は結構ね、きゅうりの青臭さも消して、かつ味も染み込みやすくするために、最初にね、まずきゅうり板ずりはするんだけど、その後ちょっとね、お湯でね、茹でちゃおうかなと思います。そしたらね、水気をね、結構絞りやすくなって味が染みやすくなるっていうのと、青臭さも結構抜けやすくなるので、今回はそちらでやっていきます。まずはきゅうりにお塩、これも適量でいいです。板ずり用なんでね、はい、適当な量のお塩やったらもうゴリゴリします。こんな感じでちょっと板ずりします。きゅうりの板ずりが済んだらちょっとだけ放置して、このね、水分出してちょっと青臭さをね、浮き上がらせます。その後水洗いしますね。で、その間にきゅうりを茹でる用のお湯は作っておいてください。で、お湯を作っている間に、今回は生姜結構たっぷり、大容量ですね。結構大きい塊の2分の1ぐらい、俺の手でわかるかな、これくらいあります。こちらを今回皮ごと使っちゃいます。しっかりね、水で洗っといてね。で、こちらをまず薄くねスライスしちゃって、薄くスライスしたら、こちらを針生姜っぽくね千切りにしていきます。で、生姜はたっぷり入れてください。この生姜自体もね、お漬物として一緒に食べたらすごく美味しいので。あと香りも強いんでね、きゅうり、今回は結構ね、きゅうりが苦手な方でも食べやすいような味にしたくて、きゅうりの食感とかを生かしつつ、ちょっとね、青臭さは消して、みんな食べやすい感じにしようかなと思っております。たっぷりの生姜で、今生姜とかをカットしている間にお湯沸騰したので、大体 2,3 分ですね。そしたらこちらのきゅうり、結構もう水分が出てきてるんだけど、こちら水で洗い流します。お塩をね、これでね結構青臭さは軽くね取れたんですけれども、この後さらに沸騰したこういう感じ、沸騰したお鍋とかできゅうりをもうポンと入れて茹でちゃいます。で、きゅうりってね、火通しても全然食感とか結構残るので、じゃあお湯に入れてきゅうりを3分ほど茹でていきます。で、あと今回はこちら一緒に大葉も入れちゃいます。大葉今回20枚、結構たっぷりでね、大葉の香りも強くなるんだけど、苦手な場合はね大葉除いちゃっても大丈夫です。お子さんとかがね大葉はダメだよって方いらっしゃると思うので。ただ僕たちのね、きゅうりの一本漬けにしても何にしても結構ご年配の方とかもね見てくださってるみたいで、絶対ねそういう方大葉は好きだと私勝手に思ってるので、ぜひぜひ大葉もたっぷり入れてみてください。今回20枚、これよく水洗いしてますもん。はい、でこちら千切り。大葉、じゃあこちらもざるにあげときます。あときゅうりもう一回カットするので、ここ洗っといてください。で、今回きゅうり茹でてるんだけど、普通に茹でることによってねお漬物なんで、殺菌っていうのもあるし、で青臭さを抜けるっていうのもあるし、あとね弾力が結構生まれるんですよね、きゅうりに。だから結構市販であるさ美味しいお漬物きゅうりのやつって結構弾力あるじゃないですか。ああいう感じを目指そうかなと思っております。なんで今回3分っつったんだけど、3、4分そこら辺は皆様お好みでって感じなんだけど、茹でてあげてください。ちなみに余談なんですけど、
塩もみうんする場合とかもやっぱり50秒から1分間下茹でする方がいいんだって。へえ。その方が味が染み込みやすいなってさ。ではきゅうり3分ほど茹で終わったので、こちらお湯捨てて、このまま常温でちょっと冷ましといてください。ではきゅうりをね今ちょっと常温で冷ましているうちに、今回つけだれ加熱するのでつけだれ作っちゃいます。で、今回お酢もちょっと入るので、鉄鍋とかじゃなくてね、きちんとサビに強いやつね、お酢入れても大丈夫なホーローとかそういう系のにしてください。じゃあまずお醤油、はい、お醤油 100cc、 みりん、はい、みりんは 50cc、 あごだしを大さじ2杯、お酢を大さじ2杯、お砂糖、こちら大さじ1杯、生姜も全部入れちゃいます。唐辛子、輪切りの唐辛子をここら辺は適量でいいんですけれども、僕はちょっとピリッとしてる方が好きなんで、わかるかな、結構1つまみでそれなりに取れたんだけど、2つまみ分ぐらいは入れちゃいます。でこの状態でちょっとひと煮立ちさせて、みりんのねアルコール分飛ばしちゃいます。でひと煮立ちって言ってももうほんと軽くね湯気が立ってくるぐらいで大丈夫です。アルコールさえ飛べばいいんでね。でアルコールとあとちょっとお酢のね酸味もここで軽く飛ばす感じですね。じゃあ基本的にはこれでつけだれは完成です。こちらきゅうりねまだちょっとほんのりあったかいんだけども、こちらのきゅうりですごいね、やっぱ茹でると本当に弾力っていうかさ、ちょっとブニッとしてる感じ、わかる？わかる。これすごいね、柔らかいね。ゴムみたいな感じになってる。この感じの食感をね今回はねうまく利用していきたいので、一応ヘタだけ落として、そしたら適当な大きさに輪切りでね、これくらいで、これよりちょっともうちょい薄いかなぐらいか、それくらいで大丈夫ですね。ほんときゅうりって動くよね。こんな感じ。なんかねもうつける前にちょっともうこの柔らかいお漬物みたいな感じの柔らかさになってる、弾力が素晴らしいね。じゃあこんな感じでちょっと1個ヘタだけは落として、そうだ、一応あとこういうさ木のまな板とこの包丁の音好きって方いらっしゃるじゃないですか。そのためにちょっと、ASMR タイムです。普段よりキュウリが飛ばない。そう弾力があるから切ってる音もやっぱちょっと違うなと思って、いつものキュウリとすごい楽だな。カッ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 っていうよりはちょっとシャクっていう感じなんだよね。危ねえ。そうキュウリはねめちゃくちゃ本当はバーって切りたいんだけど、すっげえ飛んでくのこいつ、だからできないんだよね。ではこちらカットしたキュウリなんですけれども、そしたらこういうきれいなね布巾とかを使ってちょっと水分をね絞っちゃいます。で清潔な布巾にきゅうりを適度に入れたら、こちらもうこんな感じで巾着みたいにしてグリッと回して絞っちゃいます。ギューって。はい、じゃあちょっとがっつり絞ったんでちょっと見てみますね。いいね、ちょっと力強い締めすぎてきゅうりがぶちってなってるのもあるけど、もうちょっと優しくてもよかったかな。でもこんな感じでだいぶ水分が抜けて、もうわかる、もうすでに漬物状態になってるんで、こんな感じでどんどんきゅうり絞っていってあげてください。はい、もうきゅうりを入れたらちょっと巾着みたいにグイッと回してあげて、てるてる坊主状態ね。でそしたらもうこの状態でギューってやれば十分きゅうり同士が中で押さえられるんで、はい、こんな感じ。はい、で今これね絞り終わったやつで、これがまだ絞る前のやつなんだけども、色が分かるかな、全然違うのが。こんな感じで水分が抜けてるのが分かると思うので、残りのきゅうりもどんどん絞っていきます。ではこんな感じで全部絞り終わったんですけれども、最初ちょっと捨てた水もあることを含めてもこんだけ今きゅうり絞った水が出てきて、分かるかな、ちょっとこの、中が黄色だから分かりづらいかもしれないけど緑がかってて、
匂いはめちゃくちゃ青臭いです。だからこれがねなくなれば結構ね苦手な方でもね食べれやすいと思うので、ぜひぜひこの作業はやってあげてください。じゃあもう基本的にこちらで下ごしらえは終了なので、じゃあちょっとつけていきます。ではこういうね清潔な、これが放浪のやつなんだけれども、こちらにタッパーですねにきゅうり、先ほどのきゅうりも全部入れちゃって、こちらのタレ、まだちょっと湯気が出てるんだけど熱々の状態で入れちゃって大丈夫です。これが冷めていく過程でねすごい染みるので、はい、わすげえちょうどいい量、完璧だね。でまあ生姜とか含めて全部入れ終わったらちょっと軽く混ぜてあげて、そしたらまだちょっとつゆがあったかい状態なんで、これはね常温で冷めてからさらに冷蔵庫で入れてほしいんですけれども、最後ここにごまは結構たっぷりめに、でこの状態でちょっと常温まで戻してあげてください。ではこちらちょっとね常温まで放置したやつなんですけれども、最後ここの上にしそをたっぷりめに、で今回20枚用意したんですけれども約10枚分ぐらいで多分十分かなって感じの量だったんで、はい、こんな感じですね、しそも。じゃあこの状態で冷蔵庫でまあ半日から1日ほど寝かしてあげて実際食べていきたいと思います。では丸一につけた感じがこんな感じです。もうめっちゃいい感じに使っております。で大体ねこれくらいまで使ったら食べ頃なので実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。ちょっとまずはちょっとこちゃんの器を貸していただいていいですか。使ってますね。あざっす。炊きたてのご飯にね。そうだよ、そうこちゃん先に。じゃあいただきます。あ、うまっやばい。ちょっとじゃあ僕いただきます。もうめちゃくちゃ楽しみにしてた、本当に。いただきます。はい。今までのこういうお漬物系史上マックスに使ってる。めっちゃうまい。間違いなくもう市販超えたなこれ。うまっ。きゅうり料理で一番好き。でちょっと唐辛子多めに入れてるとさ、唐辛子の部分と一緒に食べるとピリ辛でさ、うわこれはやばい。うわうまっ。なんかねもう完全なるご飯のお供なんだよね。もう立ち麺に毎日食べても飽きない本当に。でこれとご飯さえあれば正直1週間余裕で暮らせる並みにうまい。あとやっぱしそめっちゃいいわ。しそだな。あとごま、しそとごま結構本当にたっぷり入れていいね。本当に。いやこれはやばいな。で多分今までのやつよりもさお漬物系ね、今回きゅうり茹でたりとかさ、この汁つゆ自体もさちゃんと煮沸してるからさ、保存期間が長いと思うんだよね。だからほんと大量に作って1週間2週間ぐらいストックはできると思うから。あと市販のねきゅうりのきゅうちゃんにすごく似てる味なんだけど、もちろんその好きな方多分絶対いると思うんだよ。多分 90% 以上知ってるんじゃない日本人の、だから実際さ買うとさ結構なお値段するじゃん。自分で作ればもう圧倒的に安いんで絶対自分で作った方がいい。節約にもなるしね。マジでうまい。簡単。俺もうなくなっちゃったんだけどご飯。俺ももうなくなるよ。じゃあ最後食べちゃう。じゃあ一口いっちゃいますか。いただきます。
まっ。これはやばい紅茶。ということで本日はですね、やみつききゅうりをこうちゃんに作っていただいたんですけども、市販にね売られているきゅうりのきゅうちゃんにね似た味なんですけども、自宅でもねこんなに簡単に作れて、しかも味の濃さとかも自分たちで調節できるっていうのもすごくいいし、例えばなんだけどちょっと辛めにしたいって思ったら生姜を多めにするとか、そういう細かいね味付けもできたりするんで、ぜひね皆さん自宅で作っていただきたいなっていうのと、やっぱり自分で作るとめちゃくちゃ安いんですよ、本当に全然値段が変わってくるんで、しかも日もさっきこうちゃんが言ってくれたように日持ちもするんで、ぜひね作り置きに作っていただきたいなと。あとね結構ご年配の方がね見てくださってたんで、めちゃくちゃ嬉しかったよね、前回の一本漬けの時は65歳以上の方が 38% 以上の見てくださってて、ちょっとびっくりしたんですけど、そんなね幅広いね年齢層の方に見ていただけて本当に嬉しいので、ぜひね今回のねきゅうりの漬物も作っていただきたいなと思います。はい、ご飯のお供ももちろんですけど、お酒にもぴったりなのでぜひ作ってみてください。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。